石巻赤十字病院の院長の飯沼です。石巻赤十字病院は宮城県の、皆さんご存知だと思うんですが、東太平洋岸にあります。で、私どもの病院は今回の震災でこの地域でただ一つ残りました。そしてこの地域の人々を助けるためにいろいろな活動を行いましたが、災害に負けないで活動のできる病院、それはどういう病院なのかということについて経験を踏まえてお話したいと思います。これは石巻地域のこの赤いところが浸水したところですけれども、私どもの病院はこのように浸水を免れました。で、他のさまざまな病院が何らかの形で診療不能に陥りました。で、ここのところを拡大してみますと、ここだけちょっと白く残っている、ここへ私どもの病院が立っているんですが、これは北上川の氾濫の歴史を調査して、それによって、元は周りは田んぼだったんですけれど、3メートルの盛り土が必要ということで、3メートル盛り土をして、その上に病院を建てております。それで結局津波の浸水を免れたということが一つあります。で、私考えてみますと、今災害に負けない、あるいは災害に強い病院というのは、一つはハードの面があると思います。構造、あるいは機能、あるいはそれをどう設計するかというようなことがあると思います。そしてその上に人材、あるいはその人材の組織、あるいはこういった人材組織をいかに訓練して災害に備えるかということがあると思います。これはうちの病院の地下なんですが、このようにスプリングとそれからゴムのアイソレーターが126基ありまして、これでこの病院の建物を浮かせております。で、これが免震構造の方法で、このようにして免震構造で建物を浮かしてあります。それから地下室には広いヤードを設けまして、多くの支援物資が運ばれてくるわけですけれど、それが収納できるようにということを考えて、地下には非常に広いヤードを設けました。またこれは通常は外来の待合室なんですけれども、今はこれは震災の時なので多くの患者さんが来ています。で、この待合室をもしも震災のような、あるいは何かの大災害が起こった時に治療の場として使おうということで設計をしておりました。で、ここをちょっと見てほしいんですが、ここに赤いなんかありますが、これは酸素の供給口です。で、あらかじめ外来の待合なんですが、普段は蓋をしてありますけれども、酸素の供給口を4箇所この待合室に備えておりました。このようにしてもしも災害があった時にいろんな点で活躍できるようにということで考えた設計の病院を作りました。そして次にソフトの面についてお話したいと思います。これは私たちは何度もここ数年にわたって大規模災害を想定した訓練をしておりました。で、これは訓練の一つの場面であります。それからこの時に昨年の6月ですが、宮城県の消防であるとか、あるいは自衛隊であるとか、あるいは県の防災ヘリであるとか、ヘリコプターが1日に13機、これは訓練のために13機、私どもの病院のヘリポートに離発着いたしました。で、1日に13機来るというのはもう県でも初めてのことということでございました。で、このように多方面との協力をしながらの訓練ということをやっておりました。そうしたところに3月11日東日本大震災、そしてそれに引き続く大津波というものがやってきたわけであります。で、私どもでは今まで訓練に従って訓練をしてきたことに従って5分後には担当の係官がメガホンを持って駆けつけ、そして直ちに緊急に対策本部、災害対策本部を立ち上げました。
そしてここにトリアージエリアと書いてありますけど、40分後にはトリアージというのは大勢の患者さんが一堂にやってきますと、誰を優先的に治療すべきかということを判定しなければいけません。でその判定、選別することをトリアージというふうに言っていますが、それで緑は軽症の患者さん、黄色は中等症の患者さん、それから赤は緊急の手術を要するような患者さんというふうに、色分けをするわけですけれど、それの場所を40分後にはもう設定完了いたしました。それから1時間後にはもう負傷者を治療するべく各部署に医師を配置し、その医師の配置を完了いたしました。それから翌日から全国から多くの支援の団体が駆けつけてくださいました。そしてこのように多くの支援の団体が駆けつけてくださっているわけですけど、それをどのように配置して配分して、あるいは物資をどのように供給して、そして活動するかということ、それの計画がうまくできなければ、多くの人たちが来ても無駄になってしまいます。でそういったことをコントロールするということが非常に大事なことになります。で人間を救うのは人間しかできません。ですからこういった人たちをどのように、配置してうまく機能させるかということが非常に大事なことになります。そしてどれだけ準備をしていても、私ども先ほど言いましたように、訓練も何度も重ねてきましたけど、それでも想定外のことは必ず起こります。でそういったことに臨機応変に対応していくということをしていかないといけないということになります。で例えば石巻県域に約300カ所の避難所があった。しかしながら通信が途絶しているために、石巻県内に果たして避難所がいくつあって、それぞれの避難所には何人いて、そこのニーズはどうなのか、トイレの状況はどうなのか、お風呂はあるのかとか、そういったこと全く分かりません。それで私どもはこのリーダーを中心として、これらの300カ所の避難所をローラー作戦で全て回って、そして3日間で全ての情報を集めました。でこのように、最初は例えば100ぐらいの避難所はあるだろうとか、5000人ぐらいは避難するだろうというような想定をしても、実際には2万人を超える、避難者の方たちがあちこちのところにいたということですから、そういったことを情報をはっきりつかんで、そして人数やニーズをつかんで、それを本部へ上げて、そしてそこへ必要な救護班を派遣すると、こういった組織が本当に必要になります。でこういったことを、うちの医療社会事業部長である石井がリーダーとなって成し遂げて、石井の顔は皆さん報道テレビとかで見たことがあるかもしれないと思うんですが、行いました。結局は実質的な病院の構造としてのハード、その構造をどのように設計し、どのような機能を持たせるかという、こういったハードの上に人材、そして組織、そして訓練をしておくという、こういったものが乗って、これらがうまく機能することによって災害に負けない病院というものを作り、また実際に私たちは災害に負けずにその地域である程度の活動をすることができたというふうに思っております。そういうことで、あらかじめもう想定以上のことが起こるということを想定してというのか、そうして準備を備えておくということが非常に大事だということを皆さんにメッセージとしてお伝えしたいと思います。どうもありがとうございました。